2台持ちじゃないですか。はいはい。維持費ってどんな感じになってるんですか？2台目でございます、佐藤さん、こちらもまたちっちゃい車何でしょうか？はい、スマートのシティクーペです。シティクーペ、なんか種類あるんですか、スマートって。初期はシティクーペとカブリオと、カブリオ、はい、あとロードスタークーペとロードスターがあります。はあ、こちらがシティクーペ。はい、そうです。年式は2001年です。これどういうきっかけで買おうと思ったんですか？前々から可愛いなと思って気になってたのと、あとはメルセデスが作ってるんですけど。メルセデスが作ってる？はい、なん設計とデザインがメルセデスです。ほう、どんなもんなんだと気になって買っちゃいました。これいつ買ったんですか？ちょうど3年半ぐらい前ですね。じゃあまあまあ同じぐらいかぶってますね、割と。はい。特徴ってあるんですか、この車？まず左ハンドルなのと。珍しい？はい、珍しいです。あ、そうなんですね。はい。これないんですか？これは正規で2、3年しか入ってなくて、はい、それ以降みんな右ハンドルになっちゃうんですけど。なるほど。はい。で、あとはこの車もともと普通車なんですけど、排気量が 600cc でスマート K っていうのがあって、はい、軽自動車グレードがあるんですけど、それのリアフェンダーを入れて、合法的に構造変更して、サイズダウンして軽自動車にしてます。でも白いナンバーがついてるの？オリンピックナンバーです。なるほど。はい。こちらは軽自動車でございます。どんなとこ気に入ってらっしゃいます？まず乗り味ですね。すごいガシッとしてるっていうか、合成とか合成めちゃくちゃ高くて、もう典型的なメルセデスドイツ車だなと。ほう、やっぱこんなちっちゃくてメルセデスを感じられる。はい、はあ、いいですね。他にはあとシートが全然疲れないってとこですかね。こちらと違う。はい。全体的にちょっとシートが大きめなのと、あとは硬めのシートなんで、僕が座ってても全然疲れないですね。どっちもやっぱドイツっぽい。ドイツっぽいなと思います。ああ、なるほどね。あとは駐車場とかどこでも止められちゃうっていう。まあこれは入んないところはないかも。ないです。立中も大丈夫、高さも。高さも一応ギリギリ大丈夫だったと思います。確かにこれはどこでも入りますね。他には。車内が広いことですかね。なるほど。はい。ちっちゃく見えるけど実は。そうですね。僕が乗っても全然広くて。身長いくつですか？182あります。僕のポジションよりもちょっと後ろに下がるんですけど、僕が足届かないかなぐらいのところまで椅子が下がってくれるんで。まあ確かにドイツの大きい方とか2メートルぐらいありますもんね。はい。そういう人が乗っても。でも大丈夫。ちょっとここはみたいなところは特になし。いや、いくつかあります。ある。はい。このボディパネルが樹脂なんですけど、これが日差しとか経年劣化で割れてきちゃう。ここ割れてますよね。はい。なんか板金できない。できないですよね。あとはちょっと夏場が弱くてですね。コンピューターがもう結構古いんで、もう40度とかいっちゃうとちょっと車が止まっちゃったりとか。年式何年ですか？2001年。2001年か。はい。その時のちょっと弱いんですかね。はい。さあ、2台目のスマートちゃんに乗り込みまして、お花も咲いてるしね、まずね、内装がとにかく可愛いですよね。これね最高です。このメーターっていうかこの時計、はい、これはいわゆるスウォッチの手が入ってるってそうなんですか？デザインとかに手回ってるかは分かんないんですけど、はい、一応時計屋が関わった車なんで、そうですよね。なんかそうなのかなとか思いつつ、この車どこで作ってるんでしたっけ？フランスで作ってます。待って、アメリカのスタジオで設計して、はい、ドイツのブランドがフランスで作ってる。はい、そうです。なかなか面白いですね。で、スイスのスウォッチも絡んでた。ああ、そうだ。4カ国。4カ国。なんでこの2台にしたんですか？メーカーの小さい車っていろんな要件を抱えて設計されてると思うんですけど、はい、それによっていろんなところまで考え尽くされてるっていうのが結構エキゾチックだなと思って、メーカーの思想みたいなのが一番凝縮されてるかなっていう。実際乗ってみてプロダクトデザイナーの視点から見て、はい、この2台の凝縮度ってどんな感じだと思います？もう結構マックスに近いんじゃないかなと思っていて、はい、でパンダの場合はできるだけ大衆の人に楽しんでもらいつつ、道具として使ってもらうみたいなのがあるんですけど、まさにピクニックまでさせていただきました。はい、そしてこちらはスマートは今まで高級車とか完璧な車を作ってたメーカーが
いかにコストをカットしてちっちゃい車を真面目に作ったかみたいな、そこにエキゾチックを感じてるんですよね。確かに僕も覚えてますけど、超話題だったし欲しいなってやっぱ思いましたもん。そうだって何よりもちっちゃいベンツじゃないですか。はいはい、乗り味だったり合成の良さだったりシートの感じ、はこれは本当に最善か無かが詰まってる、い、いますよね。最凝縮されたは車と言っても過言じゃないかもしれない。い、よかったです。はい。この2台持ちを例えるならどういう感じになります？まあオンとオフですかね。おお、どっちがオンでどっちがオフ？スマートがオンで、パンダがオフ。スマートも仕事でも使ってたので。あ、そうなんですか。はい。まあ日々の移動手段っていうか生活に向けた車だと思ってて、パンダの場合はもう完全にこう趣味の領域というか教科書的な存在でもあるんですけど、オフを満喫するっていう意味でオフかなと思って。確かにプロダクトデザインのその凝縮された感じが確かに2台とも色濃いというか、はい、かなり感じられます。はい、スマートじゃしばらく乗っていく感じですか？実はもう手放すことが決まってまして、次の車を買っちゃいました。あ、こんだけ熱弁しといて。はい。浮気症なのかな。次何ですか、ちなみに。次もスマートです。おい。これの次の世代のスマートで、次のやつはカブリオレです。おお、なるほど。はい。それは軽自動車じゃない？じゃないです。普通車？普通車です。何 cc？ 1000cc です。あ、ちょっと大きくなるんですね。はい。それはそれでまた楽しみだな。やっぱりスマートから離れられないから、なんか候補者たくさんあったでしょ。車お好きだから。はい。めちゃくちゃあって半年ぐらいずっと迷ってたんですけど、はい。スマートでいいかと思って結局。はい。そんだけ魅力的な車ってことですよね。おかわりしたんですもんね。はい。しちゃいました。ちょっと待って。パンダもおかわりしてスマートもおかわりするじゃないですか。はい。おかわり癖がありますね。おかわり癖ありますよ。ご飯もおかわりたくさんしそうです。最近気をつけてます。最初お会いした時におおと思いました。なんかとっても印象的だった。ほら。ヨーロッパの人って大きい人がちっちゃい車乗って、はい、もう窓いっぱいに人がいるみたいな、はい、日本人の人ってあんまりそういう風にならないんですけど。そうですね、確かに。これどういうあれなんですか、構造？これはシングルクラッチのオートマミッションですね。ですよね。はい、なんかさっきから誰かがクラッチを踏んで、はい、ね、ギア入れてるような音がするけど、はい、見てもペダル2枚だから。運転しづらいですか？いや、慣れればそんなことないですよ。あ、そうなんですね。ちょっと乗ってみますか。あ、いいですか。はい。じゃあ交代。じゃん。ああ。どうですか。ああ。おお。なんか不思議。不思議です。誰かが変えてくれてる。慣れると結構いい感じです。非常に硬さがあるっていうのは本当ですね。しっかりしてる。はい。ちゃんとなんか合成感があって。はい、これ結構100キロぐらい出すの平気なんですか？全然大丈夫ですよ。ただ風が強いところ行くと横風弱いんで、すごい大変なんですけど。なるほどね。反射線ぐらいスーッと。え？そんな？本当に行きます。めちゃくちゃ怖いです。やば。ちなみにそうですね、2台持ちじゃないですか。はいはい。維持費ってどんな感じになってるんですか？どうですかね。かかるんじゃないですか？そんなにかかってないような感じなんですけど。4、5万ぐらい。でもほら2台分の税金とか2台分の保険とか2台分の駐車場とかってまあ単純に考えて倍じゃないですか。倍ですね。税金はどうなってるんですか？税金はこの車がまず軽自動車なのと、ああそっか、はい、であとパンダも排気量が 900cc なので、税金は1リッター未満なんですよね。ああなるほど。なんでなんとかやってます。あ、じゃあそこら辺はいいですね。はい、ちょっとやっぱりハードルが高いかなと思ったけど、そういう風に工夫するとそうですね、いけますね。はい、なるほど。おすすめです。はい、おすすめ。いや結構軽快にいいですね。そうだ、意外と速くて、このホイールベースの短さをそんなに感じない。そうですね、ちょっと小気味いい感じで。そう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 です。あ、ちゃんとシフトダウンもしてくれて、はい、リアエンジンリア駆動ね、これね。そうです。はい、いいですね。これちょっと2代目とかで考えてる人ね、面白いから
候補に入れても良さそうな1台ですよね。本当にそう思います。そんなに高くないんで。いやそうなんですよね、100万以下で買えちゃうし、全然買えます。下手すれば50万とかでも売ってるんですか？いけちゃいますね。はい、今日は、もう夢のね2台持ち特集ですが、意外とお話を聞くと現実味のある2台持ちだなっていうふうに思いましたし、どっちも個性的で素晴らしかったです。そしてこの大きいサスさんが乗るちっちゃい車このバランスも最高です。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。じゃあまたね。